こんにちは、ヤギです。なんと、ポチは無事に生後6ヶ月を迎えました。体重は 4.6 キロ。我が家に来た時と比べると本当に大きくなりました。トイプードルと思ってお迎えしていた頃が懐かしいですね。これからも元気にすくすく育ってほしいなぁと思います。そして黒ヤギさんはですね、靴下を脱ぎっぱなしにする常習犯なんですよ。こういうことをする人がいると、こういうことをする犬が出てきます。犬ってなんで靴下が好きなんでしょうね。実家のワンコも脱いだ靴下大好きでした。まあ、こういうことが繰り広げられているので、洗濯後に片方がないこともしばしばあります。はい、こんな感じで、今回は我が家の初夏の日常をお届けします。さて、我々はどこに向かっているのかと言いますと、ポチのご飯8キロをオンラインで注文して取りに行っております。フランスは通販サイトで注文したものが予定通りに届かないのが通常運転なので、通販サイトが地域の小さな商店と連携して提供している受け取りサービスを時々利用しています。もちろん家に1日いるのであれば自宅配送でもいいのですが、午前中配送でも普通に午後に来ることとかあるので、取りに行く方が予定を立てやすいんですよね。ただ私たちは車がないので歩いて取りに行きます。まあ余裕やろとか思ってたんですけど、意外と遠くて、ポチのご飯8キロはいい筋トレになりました。フランスの配達がどんなもんかと言いますと、家にずっといたのに不在票だけ入っていたり、届いた段ボールがボッコボコで中身の食べ物が全部飛び出ていたり、速達の重要書類なのに全然届かなくて、結局保管場所まで自転車で30分かけて取りに行ったり、こういう理不尽にはもう慣れましたが、やはり日本のサービスは素晴らしいなぁとフランスに住んで改めて思いました。そしてポチのご飯の保存方法が未だによくわからず、何かを箱を買えばいいと思うんですけど、いつもこうやってジップロックに入れています。我が家のこの日のイベントはピクニックです。ポチもお外に慣れてきたので、みんなで公園でランチをしようということになりました。この日は日中でしたが、夜も22時ぐらいまでは明るいので、夜にピクニックをすることもあります。ワーホリでフランスに来たばかりの頃は寮生活だったので、ルームメイトたちに16時からピクニックねって言われた時はびっくりしましたが、フランスの夏は夜が長いので、それもまた楽しみの一つです。ちょっとここでフランスのスーパーの映像を撮ってみました。私が初めてフランスのスーパーに来て感じたことは、ご覧の通り棚の圧迫感が本当にすごいんですよね。あとは野菜が量り売りだったり、パスタが棚一面に入りきらないぐらいの種類であったり、ワインの量が本当にすごいですね。スーパーでこんなに売ってるんやってびっくりしました。個人的にはスーパーはびっくりポイントだったので、またどこかで他のことも紹介できたらなと思います。さてさて、家に帰ってきました。ポチは初めてのスイカが怖かったようで、一定の距離を保って近づこうとしませんでした。今回も黒ヤギさんが作りたいということで、私はお手伝いです。ピクニックの準備をしたりとワクワクしておりました。そしてデザートにと思って買ったスイカなんですが、この通り白かったんですよね。やっちまいました。こういう種類なのかと思って食べてみましたが、そんなはずもなく、驚くほど味がしませんでした。結構ショックでしたが、
驚くことなんて日常茶飯事なので立ち直りは早いです。デザートは諦めて気を取り直していってきます。今回もですね、いつも動画に出てくるオランジュリ公園行ってきました。もちろんポチのご飯も持ってきたのでみんなで一緒に食べました。この日は特別にいつものドッグフードに加えて細かく刻んだ人参をあげました。相変わらず早食いは加速しております。ご飯を食べた後は寝っ転がったりしてのんびり過ごしていました。ポチは時々通りがかる犬を観察していい刺激になったようです。さてさて、のんびりできたのと、暑い時間に差し掛かるので、そろそろ帰ります。さて、いきなりなんだこれはと思われたかと思いますが、デザートは必須です。スイカと別のデザート枠として、黒柳さんがケーキを焼いてくれたので、冷蔵庫で冷やしておりました。本人的にはメレンゲがうまくできなかったようで、見た目が納得いっていないようです。甘酸っぱく、レモンの風味が爽やかで美味しくいただきました。今回も当然のようにホールで焼き上がりまして、2人で完食いたしました。ポチはですね、最近買ったこのボールが特にお気に入りみたいで、投げてくれと何度も持ってきます。ただ、こういう系はソファーや机の下に転がっていくもので、自分で取れなくなったら吠えて怒ってます。何度も何度も投げてくれと持ってきてくれて可愛いんですけど、床がタイルなので足の負担にならないようにほどほどに遊んでます。そして後日スイカリベンジをしました。今回は甘かったのですが、少し甘さが足りないような物足りなさを感じますが、まあこんなもんかなと思います。ポチにも季節の味覚をお裾分けしようと少し切ってどうぞと差し出してみたのですが、まさかの不評でお気に召されませんでした。食いしん坊にも好き嫌いはあるんですね。口に何度も入れるのですが、食感が嫌なのか吐き出してしまい、このありさまです。回収するとそれはそれで気になるのか、また食べるという繰り返しです。外で遊んだ後に暑そうだったので、シャーベットにしたら食べるかなと思ったんですけど、そもそもそういう問題ではなかったみたいです。犬の好みもいろいろあって、今回も新しい発見でした。生後6ヶ月を迎えたポチと一緒に、また一つ素敵な思い出が増えた今日この頃です。ポチの初めての夏は始まったばかりですが、なんとか乗り越えていけたらなと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。